皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本にやってくる不法移民の問題について取り上げます。海外情勢についての様々な情報を見聞きしている人たちの中には、欧米での失敗政策、難民や移民を大量に入れることにより、その国の中におけるもともと住んでいた国民と難民の人たちとの間における激しい文化的摩擦や治安の悪化問題などについて知っている人も多いでしょう。日本はヨーロッパやアメリカに比べると入ってきている数は少ないけれども、確実に入ってきている人たちがいることから、インターネット上ではその関連のニュースはたびたび大きな物議を醸します。今回は特に問題視されている埼玉県川口市のクルド人問題についての記事を取り上げていきます。今回取り上げる記事は産経新聞の報じているもので、様々な記事が出ている中においても、この関連記事は産経新聞の中でもトップ3を独占していました。不法移民の問題はヨーロッパだけではなくアメリカにおいても大統領選で非常に大きな争点にもなったことから、決してこれからの日本にとっても無視できない問題です。ぜひとも今のうちからしっかりと問題として認識していきましょう。川口クルド人出稼ぎと断定、入管が20年前現地調査、日弁連問題誌で封印、移民と日本人シリーズ。こちらの地図はトルコです。クルド人移民の流れ、川口の難民認定申請者の出身地が集中する3県があります。逆に言えば、それ以外の場所から難民が発生する場合、多くはヨーロッパへ向かいます。記事によると、埼玉県川口市に集中するトルコの少数民族クルド人をめぐり、法務省入国管理局が20年前の平成16年、難民認定申請者の多いトルコ南部の複数の村を現地調査し、出稼ぎと断定する報告書をまとめていたことが24日分かった。しかし、日本弁護士連合会が人権侵害と問題視したことから、調査結果は表に出なくなった。これらの村などがある3県の出身者は、現在もトルコからの難民申請者の8割を占めることも判明。報告書からは、クルド人の難民該当性について、すでに一定の結論が出ていたことが伺われる。この文書は、トルコ出張調査報告書。当時、クルド人らが難民認定を求めて各地で裁判を起こしており、同省が訴訟対応として2016年6から7月、これらの村へ入管職員を派遣し、生活実態などを調査した。報告書は、我が国で難民申請した者の出身地が特定の集落に集中している。いずれも出稼ぎ村であることが判明。村民から日本語で、また日本で働きたい。どうすればよいかと相談あり。出稼ぎにより、近隣に比べて高級な住宅に居住するものあり。などと記されていたという。ところが、報告書が訴訟資料として法廷へ提出されると、クルド人側の弁護団が問題視、入管側が難民申請者の氏名をトルコ当局を伝え、現地の家族を訪問していたことなどを記者会見して非難した。当時のメディアも法務省が不手際、迫害の恐れなどと批判的に報じたが、報告書の内容自体には触れなかった。報告書は、氏名を伝えたのは、申請者から提出された本国の逮捕状の真偽を確かめるためで、トルコ側から氏名がなければ紹介できない。ヨーロッパ各国も同じ方法で事実確認を求めていると指摘されたためとしているという。当時法務省は新たな迫害がないよう配慮して調査したと反論したが、弁護団側はクルド人らの人権救済申し立て書を日弁連に提出。日弁連は翌27年、難民申請者の情報を提供することは新たな迫害を生む恐れがあり、重大な人権侵害だとして当時の法相宛てに警告書を出した。この結果、法務省は報告書の調査内容について封印せざるを得なくなったという。弁護団側は入管の案内役に現在の治安警察を同行させたことについても問題視したが、報告書には村民と憲兵隊との友好関係を確認。憲兵や警察は日本の難民申請者に無関心などとも記されていたという。これらの訴訟で原告となったクルド人らが難民と認められることはなかった。
また、入管関係者によると、当時調査した村などがある南部3つの県には、日本に在留するクルド人難民申請者の出身地の8割が集中しているという。入管庁によると、トルコ国籍の難民申請者は2016年からの20年間で延べ12,287人に上るが、難民認定されたのはたったの4人。また、川口市によると、市内のトルコ国籍者は同期間で約200人から6倍の1200人に増えた。難民認定申請中の仮放免者を含めると約2000人に上る。20年前にすでに入管が現地調査を行って出稼ぎ村の存在を確認していた。そして今、産経新聞の記者も現地へと取材に行き、このような記事を挙げています。軍と警察呼んだ。川口クルド人の出身地訪ねた記者を恫喝。両親は日本で成功の息子誇りと話す。クルド人が川口を目指す本当の理由1。埼玉県川口市に集中するクルド人をめぐり、法務省が20年前に難民認定申請者の多いトルコ南部の複数の村を現地調査し、出稼ぎと断定する報告書をまとめていたことが分かった。クルド人が日本を目指す理由は何か、本当に難民なのか、報告書を裏付けるため、彼らの故郷を訪ねた。今俺が軍隊を呼んだ。軍も警察もお前を探している。記者は日本からの携帯電話でそう脅された。入管当局が20年前に出稼ぎ村と断定していた複数の村の一つ、トルコ南東部の都市ガジアンテプ郊外の村。電話の相手は川口市内で解体工事会社を実質経営する30代のクルド人男性だ。男性は約20年前この村を離れ、先に来日していた父親を頼って川口に在留。トルコ政府から迫害を受ける恐れがあるとして難民申請を繰り返し5回目の申請中だ。現在は入管施設への収容を一時的に解かれた仮放免の状態が続いている。男性には日本でも何度か取材したことがあり、出身の村の名前も聞いていた。今回、男性が憤っていたのは、記者が実際に彼の村を訪ねたからだと見られる。壁に男性の名前が刻まれた家を偶然見つけ、村の人に話を聞いていると、男性の母親を名乗る女性が、チャイを飲んでいけと家に招き入れてくれた。ところが母親がその場で川口にいる息子とビデオ通話を始め、記者の名刺を見せたところ、男性は激高した。あまりの剣幕に家の外に出ると、冒頭の電話がかかってきた。政府の迫害から日本に逃れたという難民が、トルコ軍や警察を動かすとして脅してきた。直前まで母親は日本にいる孫たちの写真色のバスタオルを見せ、嬉しそうにこう語っていた。日本で成功した息子を誇りに思う。ここで言う息子とは、日本で難民申請を5回も繰り返し申請し、川口市で会社経営を実質的に行っている人物のことです。働くためと村人が証言。男性の故郷は日本で難民申請者が集中している村でもある。トラクターが行き交う典型的な農村だが、ところどころに立派な家が建っており、トヨタの大型乗用車に乗った人もいた。男性の実家はひときわ目立つ2階建てで、がっしりした門扉を通り、玄関から居間に入ると、50型ほどの大型液晶テレビがついていた。最初に父親に名刺を渡すと、俺、この村から一番初めに日本へ行ったよ、と日本語で話した。父親は川口で解体業をしながら難民申請していたが認められず、10年ほど前に帰国したという。道端で日本人の姿を見て集まってきた村人は、口々に、こんにちは、俺、川口にいたよ。解体の仕事、ハッピーケバブも知っているよ。と話しかけてきた。トラクターで通りかかった老人は、川口に近い東浦和の解体会社の代表取締役という名刺を見せ、今は息子が日本にいると自慢げに話した。村の人によると、約70世帯300人の集落の多くが日本に住んでおり、残っているのは90人程度。ヨーロッパは少ないという。村人らは隠す様子もなくこう証言した。
なぜなら日本はビザなしで簡単に行けるから働くために日本へ行っている。短期滞在で入国して翌日から解体で働けるのだ。トルコの総人口8500万人のうちクルド人は2割弱の1500万人。過去20年間で難民申請したトルコ国籍者1万2000人余りの大半は経済的に比較的貧しいクルド人とみられる。日本とトルコとには短期滞在のビザの相互免除措置があり、航空券代さえ負担できればパスポートだけで来日し、その足で難民申請することで滞在を継続できる。入管関係者によると、平成25年から昨年までの11年間に難民申請したトルコ国籍者について出身地がわかる4700人を対象に集計。全体の約8割がトルコ81県のうち南部の3県に集中していた。3県はいずれも民族的にクルド人の多い地域として知られるが、中でも特に難民申請者の多い村が4つから5つ村がある。川口市内で解体工事会社を実質経営する30代のクルド人男性の故郷タジアンテプ県の村と並んで、アドヤマン県の西部にある村もその一つだ。こちらも荒涼とした丘陵地帯に立派な御殿が立ち並んでいた。同胞からの迫害はない。クルド人の村長によると、村人約1180人のうち1割近くの約100人が日本にいるという。みんな仕事の機会を求めて日本へ行った。単純に経済的な理由だ。一人が行くと親族や知人が彼を頼って日本へ行く。村は昨年2月のトルコ地震の震源に近く、倒壊した家も多かった。十数人が犠牲になったといい、家を失って日本へ避難した人もいたが、最近は落ち着いてきたという。村の配管工のクルド人男性は、自身も日本で13年間働き、しっかりとした日本語を話した。航空券代は10万円くらいだから、ちょっと働けば買え、日本でもっと稼げる。借金していく人もいるが、すぐに稼いで返せる。川口に在留しているクルド人に触れると、我々が難民だなんて嘘。みんな上手に嘘をつくと話し始めた。入管で国へ帰ったら殺される。刑務所へ入れられると言うでしょ。全部嘘。本当に嘘。みんな日本で仕事したいだけ。お金が貯まったら村へ帰る。私の国で迫害なんて絶対ない。トルコの憲兵隊は怖くないか尋ねると、なぜ怖い？この辺りはクルド人が多く、憲兵にも警察にもクルド人が多い。なぜ同胞が同胞を迫害するんだ？男性は別れ際、もう一度日本に行きたい。刺身が食べたいと言った。まず第一に、不法移民の問題を考えるときに大事なことは、日本よりも貧しい国というのは世界中に非常にたくさんあります。日本人にしてみれば、今の日本は暮らしていて大変なこともいっぱいあるなと思う方も多いでしょう。しかしそれはあくまでも日本という国の中にいる段階での話であって、海外に目を向ければ、生まれた時から非常に経済的に苦しいし、その国に居続けるといったことが絶望的な状況であるといった環境の人は非常にたくさんいます。だからこそ、ヨーロッパに対してはアフリカ大陸や中近東を中心とした周辺国からヨーロッパへと多くの人たちが経済難民として流入しましたし、アメリカにおいては中南米の国から続々とアメリカへと不法移民する人たちがいるのです。そしてここで重要なのは、距離的に近いところを優先するけれども、必ずしもそうではない場合もあるということです。今回の記事の中で出てきたトルコからわざわざ日本へやってくるのは、ヨーロッパ側に向かう人たちも多いわけですが、自分の近所の人の中で、日本に行ってうまく潜り込むことができたんだなっていったところから話を聞いて、私もと連なる形である特定地域の人たちがどんどんと日本へやってきて、それがまた難民申請を繰り返し行い続けることで、日本に留まり続けてしまうという問題が発生しているわけです。現在ヨーロッパにおいては、難民の大量流入に伴って従来幸福史を謳うような国においても、あまりの数から国の支出するお金が大きすぎたがために、その国の財政を逼迫させるといったことも発生していますし、また特定地域に難民の人たちが大量に集まることによって、その人たちの文化圏といったものが独自に形成され、もともと住んでいた人たちとの関係が対立関係へと発展するところもあります。一方で、企業側としては難民として入ってきた人たちを
安い労働力として使うことによって政府に対してはもっともっと難民を入れてもいいといったような後押しをするようなところもあります。しかしそれは企業側の論理に過ぎず、もともと住んでいた人たちは難民によって仕事が奪われるという危機にさらされることから、各地において難民をこれ以上受け入れるなという強いメッセージを放つ政党が力を得るようになりました。これがヨーロッパやアメリカにおける難民問題に対する新たな政治勢力の増大です。ヨーロッパにおいては議会選挙においてそのような難民をこれ以上受け入れるなといったところからの議席を伸ばす政党がある一方、アメリカにおいては大統領選挙に難民対策をどうするかといったところが大きな争点となりました。バイデン政権においては多くの難民がアメリカへとやってくることに十分な対策をすることもなかったため、非常に多くの人たちが中南米からアメリカへと渡ってきました。アメリカにおいてはそのような人たちに対して安い給料で雇う企業といったものが存在し、また南部において農業労働の担い手としてもこれらの人たちを吸収して事業が進められているという背景はあります。しかしそれについて言っても、ただでさえアメリカは富の格差が非常に猛烈なもので、イーロン・マスク氏のように一人で2桁の兆円単位の資産を持つ者もいれば、中毒性の高い痛み止めのせいで中毒症状を起こしてもはや廃人同然で街をさまようような人たちがゴロゴロいるような地域さえも同時に発生しています。先に難民としてアメリカに入って定着した人たちは自分たちの職を脅かされるからと、もうこれ以上後の人たちが入ってこなければいいと難民として定着してきたこと、それ自体を既得権益化するような人たちもいます。アメリカにおいては中南米からやってくる人たちの数が多いといったこともあって、公用語として英語よりもヒスパニックの人たちの話す言語であるスペイン語圏といったものがじわじわと拡大しているといった話などもあります。それらに比べれば日本にやってきている人たちはまだ少ないものの、だからこそ今のうちに海外ではそのような問題があるのだから、これを繰り返さないといった学びをしっかりと持つことが重要です。今でも数は少ないけれどもすでに問題は発生しています。難民申請を何度も何度も繰り返すことによって日本に留まり続けて働く人たち、それだけではなく、そういった人たちの中から犯罪が発生することもあるし、宗教的な問題も引き起こすことがあります。例えばイスラム教徒の場合であれば、これらの人たちが亡くなった場合において火葬はご法度です。しかし日本においては火葬が基本です。イスラム教徒の人たちにしてみれば、自分たちの宗教上の教えに基づいて火葬なんてとても受け入れられないとして、日本側の考えをむしろ変えさせようと試みます。これは彼らにしてみれば自分たちにとっての正しさを日本に対応を求めるものであり、彼らにとっては正当な主張でしょう。しかしそれはあくまでも彼らの考え方であって、日本の考え方としては、いや、あなたたちは日本に住んでいるんだから、まず日本のルールに従ってください。そのことを前提として日本にいてくださいというこの考え方を相手に求めるべきでしょう。さて、このようにしてそもそも難民申請をしているんだけれども、元からの部分として経済的な利益を得るための出稼ぎ労働のその形態の一種として難民申請が悪用されているという点、これに対して自公政権はどのような対策を取ろうとしているのでしょうか。石破政権は発足したばかりなので、その独自色については見えませんので、まずは一旦その前の岸田政権の取り組みを見ておきましょう。まずトルコから日本へとやってくるのはビザが免除されているため、航空券代さえあればトルコから日本へやってくることができ、彼らはそこで滞在期間を延ばすために難民申請を行うといった手段を取ります。こういったビザ免除の悪用をなんとか減らそうとして岸田政権で取り組んだのが渡航前の審査導入です。観光などの短期滞在ビザ免除される外国人観光客について、政府が渡航前に入国の可否を審査する制度を導入する方針であることが分かった。来年度予算で調査費の計上を目指す。ビザ免除国から来日し、入国後の審査で拒否されても難民認定申請などを悪用して居座る不法滞在者らを排除する狙いがある。
アメリカがテロ対策などを目的に導入した電子渡航認証制度エスタをもとに日本版エスタと仮称。外国人の来日に必要なビザは現地の日本大使館などで滞在目的などを申告すれば審査の上発行されるが、71カ国地域からは観光などの待機滞在に限りビザが免除されてきた。だが観光名目でビザ免除国から来日して不法滞在する例は後を絶たない。令和6年1月現在の不法滞在中の短期滞在者49,801人のうち、ビザ免除国から訪れたのは28,000人以上。強制送還対象になっても申請すれば強制送還されない難民認定制度を悪用する例も顕在化している。日本版エスタではビザ免除国の外国人に入国目的や滞在先などをオンラインで渡航前に申告させて審査。不法滞在の恐れなどがあれば出国に必要な渡航認証を与えず正規のビザ取得を促す。また来日外国人が航空機への搭乗手続きをした際に航空会社から名前などを入管庁に送信させる仕組みも今年度中に試行的に開始。前科などがある外国人などのブラックリストと照合し、要注意人物は航空会社に伝え、航空会社が搭乗を拒否できるようにする。そして難民申請を繰り返しさえすれば一体いつまでといった感じで日本に滞在できる状態が続くのですが、これに関しても改正出入国管理法の施行によって状況は変わろうとしています。難民申請3回目以降、強制送還対象に。外国人の送還や収容のルールを見直した改正出入国管理法が6月10日施行されました。難民申請が3回目以降の人を強制送還の対象とすることなどが盛り込まれ、申請の乱用を防ぎ、本来保護するべき人の迅速な救済を図ることを目的とする一方、審査の透明性の確保など課題も指摘されています。入管がトルコの村で現地調査を行って、この地域からやってくる人たちは出稼ぎの可能性が極めて高いといったことが報告書でまとめられた。それが20年前の出来事です。そして岸田政権における取り組みとして難民申請を何度も繰り返す人たちに対していやいやもう何度も繰り返すなよとツッコミを入れるような形で出入国管理法が改正されました。ものすごい長い年月がかかってようやく改正されたというこの仕事の遅さというのはもっともっと批判されるべきことでしょう。そして日本版エスタの導入に関してもまだ本格的な運用はされていません。これからの話です。しかしこれもまたもっと前からなんでできていなかったのかと思うようなものです。そして日本国内にいる不法滞在の人たちを確実に把握し、そしてさっさと強制送還させるといったこの取り組みにもまだまだ不十分な面があります。そして今回は主にトルコからやってきているクルド人の話ばかりをしましたが、それ以外の国からやってくる人たちも当然不法滞在の人たちはいますし、不法滞在じゃない形での日本へ入ってくる人たちもたくさんいます。制度的に日本は性善説に立ったルール作りといったものがあちこちに見られることによって海外から見れば日本の制度には穴がある、これを利用すれば日本へ入り込むことが容易だと考える人たちがいます。完璧なルールといったものはなかなか作ることができません。しかしここに穴があるなと分かったらすぐにそれを修正し対策し、不正利用されないような法律の改正といったものはどんどんと行ってほしいものです。なお忘れてはならないのは、こういった話をすると全く別のところから反対意見を述べる人たちが出ます。例えば日本は少子高齢化問題があって人手不足といったものが非常に悪化しています。それに伴ってどんどんと海外から人を呼び込めばいいという主張をする人たちがいます。私はこの意見には反対です。まず第一にそのことを言うのであれば移民問題ではなく海外からの出稼ぎ労働者をいかにして受け入れ、そして出稼ぎ期間が終わったら帰ってもらうかを考えなければなりません。例えばこれもまた海外の事例で言うのですが、移民として受け入れるのは富裕層だけで、一般の労働者については全く移民として受け入れないといったようなタイプの国もあります。例えばそれの例として言えるのがシンガポールが当たるでしょう。シンガポールでは10億円程度シンガポール企業に対する投資をしなければ永住者としての道が開けないなど非常に厳しい受け入れ体制をとっています。一方で出稼ぎ労働者について言えば非常に酷使されるわけですが、それらの人たちは期限付きでシンガポールに入国し、その期間が終われば
ちょっと非常なぐらいの勢いであっという間に海外へと押しやられます。シンガポールの治安状況といったものは非常に良い状態にあります。日本には日本の良さがあり、その日本の良さを守るためには必ずしも少子高齢化だからといって他の文化圏からどんどんと人を移民として受け入れればいいとは全く私は思いません。日本には日本の文化の一つとしてロボットとの共生社会といった未来が示され、少なくとも多くの人たちがそれを子供の頃からアニメや漫画などで見ているはずです。それは現在の科学技術からすればまだ現実のものではありませんが、その発端はすでに見え始めています。ですからそこまでの未来のつなぎとしては移民を受け入れるのではなく、あくまでも出稼ぎ労働者を入れ、それらの人たちをしっかりと管理し、年月が経ったら国へ帰ってもらうといったこの基本姿勢を持って苦しい時期を乗り切るといったことを考えるべきでしょう。また日本人自身の労働力としての活用といったことももっともっと進めなければなりません。というわけで今回は日本国内でもすでに発生している不法難民問題について産経新聞の記事をご紹介しました。岸田政権においてこの問題に対する取り組みは行われましたが、まだまだ対応は不十分と言えます。もっともっと難民申請に対する調査結果を出すのを短期間に圧縮し、その上で出稼ぎ目的にもかかわらず難民申請した人に関しては永久に日本へと入れないように措置を行い、そのための事前検査についても日本版エスタを速やかに稼働させ機能させるべきでしょう。そして日本国内にいる不法滞在の人たちを速やかに見つけて強制送還する仕組みについてももっと強化すべきです。皆さんはこの話題についてどのようなことを思われたでしょうか。ちょっと話のポイントとして多くあったので、どのポイントについて考えるかも人それぞれでしょう。しかし、これでも話としてはかなり省略している面がありますから、その点はご了承ください。これに関連するワードとしては、中国人だってたった500万円程度の資本金の会社を作ればほとんど日本にただ乗りできるような状態になってしまう問題などもあります。その話についてもどこかで機会があればぜひともお話ししておくべきだと思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。